皆さんこんばんは。フォーラム8プレゼンツ玉木のスポーツジャーナリズムの時間がやってまいりました。MC のスポーツライター小崎です。このチャンネルはスポーツ文化評論家玉木正之が送る既存メディアとは異なる視点でスポーツの診断問題点を取り上げ考える番組です。コメンテーターの玉木正之さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。スポーツのね、情報はいっぱい、溢れているんですけれども、こんはい、なに溢れている中で、なぜこう話してくれないんだろうというような情報もやっぱりありますんで、はい、それを取り上げたいと思います。はい、今日は2回連続してゲストに、ジャーナリストの、木村、幸ゆき彦さんこさん。に来ていただきました。はい、まず1回目の話題としては、今こそ語ろうということで、ガナハ選手、かつて日本代表にもなったサッカー選手ですね。はい、今、沖縄 SV で、まだ45歳で頑張っているという選手なんですが、この方が2007年にドーピングの冤罪事件があったんですよね。はい、それが今でもまだ解決していないという、そのあたりを詳しく、今日は、木村さんに、語っていただこうと思ってます。はい、それともう一つは、今西和夫さん、もう、サンフレッチェの総監督もされた、東洋はい、工業時代から全日本のサッカーの選手としても素晴らしい人うん、だった。おまけにこの方すごいんですよね。戦争の体験をして、そのそうですね。足がね、伸びないのに頑張っていたという、この方が、つい最近亡くなられました。それで木村さんは、この今西さんという素晴らしい指導者、森保さんなんかも、そうですね。はい。育てた方ですからね。この今西さんについても、徳はこうならずという、素晴らしい本を書かれたので、今日その2つの話題、ガナハ選手の冤罪のことと、今西さんの亡くなられたということについて、木村さんに語ってもらいたいと思ってゲストにお招きしました。木村はい。さん、よろしくお願いします。よろしくお願い今しはい、よろしくおます。願いし日ます。はありがとうございます。はい、よろしあの、わ、くお願いします。私も木村さんに言われなければ、ガナハ選手のことを、うん、もちろんかつては、過去では知ってました。これも木村さんの本で、争うは本意ならうん、ねどという本なんですけれども、読ませていただいて、本当いかにこれの冤罪がひどいかっていうね。要するにスポーツ新聞の誤報ですよ、はっきりと言うと。うん、う一番ん、最初は静脈注射に、ニンニク注射を打ったということ、それうん、で元気になるぞみたいなね、なんていうか、ある意味でバカな記事がね、出ちゃった。うん、それはうん、静脈注射自身も別にドーピングではなければ、ニンニク注うん、射もドーピングでもないとうん、いうにうん、もかかわらず、それがドーピングになっうん、て、6試合の出場停止になるわ、うん、当時のフロンターレは1000万円の罰金になるわということになって、それうん、をこのガナハ選手が一人で頑張って、チームドクターも頑張ったんですけれども、それからあとサポーターの援助なんかも得て、3000万円以上のお金を使って、うん、国際仲裁裁判所うん、のはい。方で無罪を勝ち取ったと。にもかかわらず、今もフロンターレのホームページには、ガナハ選手の件について、そういう、罰金を払ったというような記事が掲載されてるんですよね。うん。それはおかしいから、これが今どうなっているのかっていうのは、今日、まず、木村さんに語ってもらいたいと思います。木村さん、よろしくお願いします。はい、よろ今の、しくお願いします。今の解説であんまり間違いなかったですか？まあ、これはものすごく実はシンプルな、愚かなシンプルな話なんですよ。あ2007あ、年ですね。はい、で、ガナハ選手っていうのは2006年、ちょうどオシムジャパンの時です。はい。はい、沖縄出身で初めての日本代表選はい。手として、はい。
12月だったかな、サウジアラビアサウジ戦で、アラビア戦、札はい。幌でやった、はい、2ゴールを決めて、はい。で、もういよいよオシムが、こう、当てにするフォワードが、生まれたということで、で、2007年は、そのガナハにとっても、世界に羽ばたくべき代表うん。定着と、彼のやっぱり長年の夢だったヨーロッパへの移籍というものが見えてきうん。たということで、まあ、地元紙なんかもね、はい。沖縄タイムズだったと思うんですけども、はい。お正月に、まあ、そういう紙面を作って、いよいよその沖縄から代表、そしてヨーロッパへという夢が膨らんでたんうん。ですけども、はい。まあ、事実を申し上げますと、これ、まあ、ガナー選手、まあ、相変わらず好調だったんですね。浦和レッはい。ズ相手にゴールを決めたりして。はい。まあ、ところが、体調を崩してしまっていて、うん。まあ、チームドクターに見てもらったところ、練習後はい。に、まあ、風邪の感冒で脱水症状を起こしていると。うん。ということで、きちっとした、まあ、フロンターレというのはこれ、まあ、義務付けられているんですけれども、うん。医務室があって、で、うん。そこで、まあ、水分補給の点滴を受けるはい。わけですね。はい。で、まあ、これを言うなれば、まあ、正当な医療行為なわけですよ。はい。ドクターによって、感冒という診断があって、入れたうん。ものは点滴であると。うん。ところが、この時に、まあ、たまたまと言いますかね、はい。普段からフロンターレ版ではなかった、サンケイスポーツの記者が、うん。本人に直接取材をしたわけではないんだうん。けども、うん。何をどう考えたのか、翌日の、記事にですね、ニンニクうん。注射でパワー全開ガナハっていう記事出しちゃうわけですね。ああ。うん、まあ、おそらくね、出席原稿ってやつなんじゃないでしょうか。デスクに行ってこいよって言われて、あ何あ。もなんかネタがないと困るので、うん。ガナハが、医務室から出てきたところで、ガナハ自はい。身も何も聞かれたことなかったっていうんですよ。うん。ところが、まあ、その記者はですね、まあ、勝手な憶測で書いてしまった。うん。真実が一つもないわけですよね。あニンニク注あ。射も打ってなければ、パワーうん。全開も言ってないわけですかうら。ん。で、これはまあ言ってみれば誤報なわけです。はい。はで、い。はい。ところが、この報道を見た J リーグが、ドーピングコントロール委員会が、これはドーピングだと。はい。ニンニク注射はドーピング。まあ、さっき、まあ、玉木さんも言われましたはい。けども、ところが WADA の規定で言えば、あ、国際アンチドーピング機構によれば、まあ、はい。別にそれ厳密に言えばですね、ニンニク注射も厳密に言えば、ドーピングではないんですよ。はい。まあ、ただその議論以前に、彼自身は、ニンニク注射も打ってなければ、はい。元気いっぱいみたいな、つまり、医療行為じゃなくて、うん。言ってみれば、一つ自分自身を発奮させるような栄養剤のようなうん。形で打ったわけでもないわけです。治う療行為なわん。けですから。要するに風邪の治療のための行為だったというだけのことそうです。ですよね。そはい。れはだって当たり前ですけども、これ本当に下痢もしていたし、発熱もあったので、それははい。ドクターとしては、選手のうん。健康管理するために、これは当然打ちますよね。はい。はい。で、ところが、これを、言ってみれば、その誤報を真に受けて、J リーグが、これは一体どうこれはドーピングだと。うん。まあ、和田規定をちゃんと読んでいればそうでもないんですけども、そはい。れをまた、ちゃんとした聴聞委員会とかかける前に、うん。騒ぎ出しちゃったわけですね。うん。で、そはい。のはい。ドーピングコントロール委員会が、メディアにまず喋ってしまった。はい。で、これがまず大きな間違いだったわけです。で、メディアに喋ってしまって、メディアがこれで、ガナー選手がドーピングをしたうん、というニュースが広がっちゃうわけですね。だから、これもメディアの罪ですけども、はい。じゃあ、そのメディアが、ワダやジャダの、はい。規定を読んだのかって、うただん。騒いでるものをそのまま、これも残念なことね、いまだに朝日新聞の、うん。記事が消されてないんですけども、おー。ガナハは人肉注射を打ったって、まあ、要するに産経のその記事に引きずられうん。てた報道がいっぱいあるんですよ。ああ、う要するに自ん。分で調べもせずにそのまま書いちゃったっていうことですね。うん。まあ、これも良くないことですけどうね。ん。うん。ただ、そのドーピングコントロール委員会の委員長ですか、青木春人はい、さんという方、はい、はい。この方もきちんと調べずにドーピングだっうん。ていうことを言ってしまったわけですよね。
まあ、まず最初にそれを言ってしまったというこはい。と、そして、ただ、これもですね、やり直せる瞬間、当然あるわけで、はい。聴聞会っていうのを開くわけですね。ガナはい。ハ選手とフはい。ロンターレのそのチームドクターだった後はい。藤ドクターを後藤さん。呼んで、はい。はい。で、どういうことだったのかと。で、これ当然ながらガナハ選手と後藤ドクターは、うん。真実を話せば、当然ながらこれは、ああ、誤解が解けたねで終わると思ってたんですよ。はい。それはうん。当然ですよね。うん。なんだ、それは産経スポーツの誤報かよっていうことで、産経の記者を呼んで叱って、はい。それで終わってた話なんですね、そもはい。そも。はい。はい。ところが、もう自分でマスコミに行ってしまった青木さんは、うまあそのん。後、ボロッと言うんですけど、マスコミが騒いじゃったからねって。つまりもう後戻りできなくなってしまって、うん。この聴聞委員会の、音声データも入手したので、はい。起こして文字にしたんですけども、まあ、ひどい、めちゃくちゃな裁判にもならないような、うん。花からもう、ペナルティありきのもので、どんどん進めていっちゃったわけですね。で、これ、結局これが、はい。はい、ギルティになっ木てしまう。村さんの本をね、読ませていただきええ、ましたけれども、ええ、それこそ、ドーピングコントロール委員会の青木さんがですね、うん、今の状態どうなんですかみたいなことを聞いたチームドクターの集まりの人、チームドクターの集まりの人は、みんな治療うん、行為がドーピングって間違われたら、我う々何もん。できないじゃないかとそうです、いう、そうです。はい、いうことで、青木さんに迫るわけですね。そうしたら、はい、その青木さんが、マスええ、コミが騒いじゃったからね、とか言ってるんではすよね。はははい、これ、って一瞬この本を読んでいて思いましたけれどうも、そん、んなことええ、でドーピング違反にされうたん、ガナハうん、選手はたまうん。りませんよね、はっきり言いますと。いや、だから本当に冤罪ですし、うん。なんでこんなことがね、起こってしまったのか。そしはい。てまた、ね、ちゃんとした見識がある人たちが集まっている J リーグで、これをずはい。っと感化してきてしまったのか。うん。やり直せるところはいっぱいあったと思うんですよ。はい、はい、はうい。ん。私が今なんでまだこの問題をウォッチしているかというはい。と、J リーグが最後まで非を認めてないんですね。そうみたいですね。はい。えで、この後、まあ言ってみれば、ガナハ選手も納得はしないんですけども、とにかく、まあ周りもなだめるわけですよ。もう仕方はい。なかったね。未必の質だよねって。悪気はなはい。かった。でも彼は釈然としてなかった。うで、ん。立ち上がったのはチームドクターたちなんですね。そうみたいですね。これに対しあて。らゆるチームのドクターが一はい。緒になって、これはい。はドーピングではないということで、はい。主はい。張したわけですね。はい。ただそれがあ通らないの、っていうのが本当えおかーしいですけどだから、ね。これ当然ながら、全 J リーグのチームのチームドクターが一枚岩になるわけですよ。そうですで、ね。彼らにしてみれば、正当な医療行為自体がこういう形でドーピングにされれば、もう仕事がうん。できなくなるわけですね。はいはいはい。うチームドクタん。ーのやり方がもうなんか否定されるようになはい。ってしまうわけですよね。はい。びただ、これびっくりしたのは、それほどの動きもあって、それからええ。サポーターの人たちもガナハを応援すうん。るということにして、うん。国際仲裁裁判所が無罪にしたにもかかわらず、うん。うん。今でも例えばフロンターレのホームページなんかには、そうのガナハん。の、うん。ドーピングについての報告が載っているというような状うん。態なんですうよね。ん。うで、ん。J リーグももちろん、ええ。謝罪もしなければ、うん。う制ん。裁金ですか、1000万円。それはい。の返金もしていないと。うん。要するに、うん。けじめを全部つけてないというところで、木村さはい。んは今も、えそれをえ。主張されていて、それで、そうですね。この本をですね、木村さんのこの本を、これ素晴らしい。読んでいてもびっくりするぐらい、なんて言いますか、ノンフィクションとしても、まあ面白いといえばちょっと語弊があるんですけれども、迫力のある本なんで、これを今、無料で、アップ、集英社のオンラインの中で、無料で読めるように5月6日まで、ということをされたわけですよね。これはなんとかはい。ガナハ選手のことをもう一度うん。知ってもらおうというん。うこと、それと、そうでこれから、すね。どのように、まあ、やるべきですかね。うガナーさんもん。今45歳で沖縄でプレーはい。しているわけですけれども、はい。どうでしょう。の
ガナハ自身はこれ当然ながら、釈然としなかった中で、チームはい。ドクターたちが立ち上がって、はい。で、ドーピングコントロール委員長に迫っていくんですね。ところが、はい。そこでいろんな、やり取りがある中で、J リーグが頑として認めない。で、うん。それで、まず最初に、日本の仲裁機構に行くわけですよね。はい。はい。ところが、これは受けないと。はい。もう、なんで J リーグ受けないかって言ったら、うん。すでに、日本の仲裁機構はこれ、ドーピングじゃないってのはもう、自明なことで分かりきってるわけですよ。そうで、みたいですね。はい。そうですね。はい。で、いや、キャスなら、要するに、スイスの国際、スポーツ仲裁場なら受けると。はい。で、まさかそこまでいかないだろうと。さっき言われたように、これ、翻訳するだけでも何千万といううおん。金がかかるので、高をくくってたんですね。ところがガナハは立ち上がるわけですよ。そうですよね。こで、これはなぜかというと、自分の名誉じゃなくて、これ実際に、これをドーピングにしてしまったことによっはい。て、実大なる被害がいっぱい出てきているわけですよ。それ、実在である被害というのは、選手に対する被害もそうだし、チームえドクえ、ターに対してもそうだはい、し、あるいははい、チーム全体に対してもそうなってはい。くるわけですよね。そうです。そうです。うん。静脈注射を打つときは必ず事前申請を出せと。はい。TUE という、はい、はい、はい。これ、馬鹿げた話なんですよ。現場のドクターが状況を知ってうん。るわけで、なぜそれをね、わざわざ J リーグにいちいちファックスしなきゃいけないんだと。いや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 で、いやいや。24時間やってるわけじゃないじゃないですか。うん。で、いや、ただそれをやってしまうと、ドーピングにされてしまうよといううことで、ん。何度も手遅れになりかけた事例がいっぱいあったんですね。いや、じゃあ、これで、これ、例が書いてあってびっくりしたんですけれども、要するにドクターが、これ今、すぐに静脈注射しなきゃいけないといううん、患者を前にして、その許うん、可をもらわないとできないからっていううん、ふうになったうん。ら、その、患者に対する対処が遅れて何が起こるかわからないわけえですよね。え、ええ。こんなんありえないですよね、こんな話はね。ありえないことを、本当に要するにその事前申請のことを TUE と言うんですけども、はい。一時はこれをね、サッカー協会、登録員、加盟登録員にまで一時義務付けて、うん。例えばもう、小学生にまではい一時義はいはい。務付けたことがあって、要するそうすに加盟登録ると、員というのはサッカーで登はい、録している選手というはい。ことですよね。うん。そうすると、この子たちは、要するに潜在的な、ドーピング違反者になっちゃうわけですよ。なるほど喘ね。息の子がちょっと発作を受けた。じゃあ注射うん。しようか。いやいや、そうだ、この子サッカーやってた。登録してる。うん。ね。じゃあ TV 出さずに静脈注射受けたら、うん。君は、君はアウトだよっていうう、ん。そんな馬鹿げた事態になってたわけでうん。うすね、一時は。ん。なるほで、ガナハどね。が立ち上がったのは、要するに自分の名誉のためだけじゃなくて、こういう思いを他のことにしてほしくないということで、はいはい。それはやっぱり彼の本当に素晴らしい思いだったと思うんですね。なるほどね。なるほうどね。ん。いやいや、これは本当に正直言いまして、ドーピング事件って言いますと、選手のドーピングの問題だなと思うんですけれども、今木村さんの解説がありましたように、これはこのサッカー界全体にとっての大問題うん。だったわけですよね。大問これ題だったわけですね。ね。ただこれ、本当驚いたんですけども、ドーピングコントロール委員会でそのドーピングしてしまっうん。た青木さん、この方もうん。何かもう、その後出世しちゃったし、それから、木村さんが、これええ。を大きく取り上げようとしたら、これはうん。川淵マターだから手を出さなうい方がいいよん。と言わうれる人がん。現れたりとかあって、ええ。なんかそええ。れにおまけにフロンターレの人が、抗議しよううん。と思っても、フロンターレのうん。社長さんの、うん。大学時代の先輩が J リーグにいはいはい。て、なんか体育会系みたいな感じで、はい。先輩はい。がなんかこれには手を出はい。すなというような、なんか呼んでいてね、なんかちょっとええ。イライラするようなね、うん。バカな体育そうなんです会が、よ。ね、今もこ残ってれ、るのはね、はい。残ってます。友近君という当時の民主党の議員がね、はいはい彼はいはい。もともと愛媛の J リーガーだったんですよ。はい、サッカーの選手だったんですね。はい。はい。で、それで議員になって、で、はい。チームドクターお世話になった人からこういう問題があるんだと。で、これ、うん。友近君も偉かったんですけども、いわば自分うん。の古巣に対してうん。疑義を呈するわけですから。はい。で、国会で発言したわけです。これおかしくはいないよ。はいはい。バナナ選手のドーピングっていうのは。はい。ところが、友近君は早稲田の OB なんですね、サッカー部の。はい。はい。で、鬼武さんという当時の J リーグチェアマンもチ早稲田。ェアマン。はい。で、なんかの会合で会った時に聞いたんでうん。すけど、
その会合で、そのチェアマンが友近君を呼びつけて怒鳴ったと。うん。なんてことしたんだ、お前はと。J リーグチェアマンと国会議員の会話じゃないんですよ、これ。早稲田の先輩後輩のパワハラが、そういう場でも行われていたという。すごいですね。サッカうー協会ん、といえば、まあ、いろんなその日本のスポーツの団体の中うでん、割にうん、進んでいる組織だとう私なんかはん、思っていたんですけれども、うん、全然うん、そういう遅れた先輩後輩うん、の体育会う系のん。体質とかってのはやっぱりあったんですね。まあ、ひどいですね。知れば知るほど、ちょっとここまでひどいのはないだろうということで、取材をね、まあ申し込んだんですけども、うん。まあきちんと受けてくれたのは鬼武さんだけでしああ、たね。ね、川これで、淵さんと青木さんはもう拒否で。うん。はい。その、鬼武さんへの、まあ、インタビューもきちんとここはい。に書いてありますけれども、これはい。どうですか、最後に、うん。今後やっぱりやるべきこはい。とというそうですと、ね。うん。どうなりますか？やっぱりフロンターなぜ、レがやっぱりうん。動くべきですかね。本当はそうなんです。うん。これ、要するにキャスが、これはい。も潔白であるという証明を出したんですけども、はい。まあ、J リーグはそれをきちんと認めなかったんですね。キャスのこのうん。判定は、いわばドーピングが否かを、語っていないという言い方で逃げて、まあ、これうん。明確なんですけども、要するに、あの罰を取り消してるわけですよ、キャスは。はい。はい。これが何よりの証左なんですね。ドーピングだったらはい。取り消すはずがないんですよ。ガナハに そりゃ J そうリーグですね。がなっているということでね。で、ただそうやって言い逃れたことと、1000万を返さず、この1000万を、ドーピングの啓蒙の方のお金に回すっていうことで、まあ、こういうことをしたら、ガナハはグレーだったという印象操作を受けますよね。本当ですね。で、ドーピングの啓蒙に1000万円使うって自分たちが啓そうで蒙するようすね。な立場にいやうん、立てるのかっていうことを、よううなことをしてん、いて、言いながら、よくうん、言うよねって感じですね。そうなんです。で、私がこれを書いたのは、やっぱりそれを知らしめたかった、まあ、はい。不遜な言い方ですけども、はい。ガナハの勇気をぜひ皆さんに知ってもらいたかったということなんですが、なるほど。まあ、なかなかそれでもやっぱりね、今、インターネットでも、先ほど言はい。ったような、ニンニク茶を打ったというような記事が残っていたりとか、はい。フロンターレの方式でそういったことをまだ残していたりとか、ちょっとサーチするだけでそういうものが出てくると、どん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 混在されていくわけですよ。なるほどね。だから僕はもうせめて立ち上がったのは、せめてガナハがまだ現役の時に J リーグはきちんと、持ちうん。山も2台変わったのかな、はい。3台、うん。い3や、台変わったの3か、台か。3台か。はい。そうですね。はい。彼の現役の間に歴史をきちんと正してほしいと。そうですそれでね。これを出しましたね。だからせめてガナが今45歳でやってる間に、うん。J リーグはもう謝罪と正式にホームページにガナ君が潔白であったってことを入れてもらいたい。これは J リーグにとっても正しいことだと思うし、そうで前へすね。進んでいく上では重要なことじゃないかということで、切にこれを、まあ、無料公開して訴えかけていったということですね。なるほどね。私も微力ながら自分のホームページとか、大学で教えているところで、全部これを喋って、なんとか広めていこうと思いますんで、これを見ておられる方々も、この、木村さんの公開されている、集英社オンラインの争うは本意ならでの、これをちょっと目を通してみてください。あダウンロの、ードしていけますので、はい、電子書はい。籍の方で、はい、5月の6日までオープンはい、されて、公開されてはい、ますんで、よろしくお願いはい、します。よろしくお願いします。はということで、木村さんにはもう一つ話題をお願い、いしたいんですけれども、はい、はい。はい、今西和夫さん亡くなっはい、てしまいました。こはい、れははい、寂しい話ですけれども、長田渚さんがやっておられます、ええ、このスポーツゴジラ。このうん、中でも今西さん、戦争特集の時に出てこられまうん、して、素晴らしいお話を語っておうられるんん、ですね。こはい、こで足を怪我した時に、そこでうん、爆撃で怪我した時に、足から足にウジ虫が湧いてね、うん、それをウジ虫をピンセットで取られて、その痛さを今も覚えていて、戦争は絶対にいけないということを、これうん、をサッカーということを通じて、いろんな韓国語であるとか、スペイン語であるとか、英語であるとかも覚えて、サッカーで平和作りをしたいということを喋っておられたって素晴らしい人だなと思ったんですけど、この方についても、木村さんは、うん、徳はこうならずと。
いうタイトうん、ルで、うん、本を書かれています。この徳はこううん、ならずというのは、孔子の言葉で、徳はこうならず、必ず、隣ありと、隣というのは隣ですね。隣の人、近くに味方する人が必ずいるというようなタイトルを付けられています。これ、このタイトル、木村さん、素晴らしいですね。まあそうですね。これは、この本はですね、はい、とにかく前半はもう彼の薫陶を受けて、有名なのははい、森保監はい、督ですけども、はい、あらゆるその指導者を育て上げていったんですね。はい、うで、そのん、後も、今西さんは、FC 岐阜の GM に請われてなるんですけども、はい、その時の岐阜の FC 岐阜の財務状況がめちゃくちゃで、今そうら西さんは しいですね。GM で、はい、はい、強化で行ったんですけども、とにかく自分がこれ一肌脱がないとということで、うん、J リーグも、J リーグ、FC 岐阜が J リーグに加盟するには、今西が社長になったら、はい、それを押すことができるということで、今はい、西さんは当時、2億円近い負債をもう、個人保証するという形でおー、社長になるわけですよ。はい、はい、はい、どこまで人がいいんだという人なんですけども、うん、まあ、いろいろそれは本書を読んでいただければわかるんですけれども、はい、最終的にクラブライセンス事務局というところが、うん。岐阜県庁と結託して今西さんを追い落としちゃうんですね。これ本当に気の毒なそうら話なんですしいですけども。ね。えなんかそーの後も今西さんの参加するような、FC え岐阜の集まりには、ー参加すえるなというような通知が行っーたりもえーしたことがあっそうですたらしいでね。すね。えー縁もゆかりもない、その広島から来た、岐阜に縁のゆはい。かりもない人が、FC 岐阜を J に加盟するために頑張ったんですけども、うん。当時の古田はじめ知事も、これうん。を手のひらを返すようにして、はい。ライセンス事務局が言ってるんなら、もう今じゃ外すしかないと。本当にうん。とんでもないことで、僕も、この詳しい実態は後から、もらった情報で全て知ったんですけども、はい。そのことを知った、小林義彦さんというね、はい。この方は電通の方で、ワールドカップや、それから、この間の東京オリンピックの組織委員会でもはい。活躍された方なんですけども、はい。彼がある日、出版社を訪ねてこられて、はい。で、電通の人は木村さんに会いたがっているというので、はい。なんか広告のタイアップ記事だと僕やりませんよって言ってたんですけど、はい。そうじゃなくて、はい。私は岐阜の出身者として木村さんに今井さんのことを書いてほしいと。うん。今の今井さんはああ。経営者として失敗したという落言をされたけど、そうじゃないんですってういうこん。とで、彼の縁でいろんな情報をまた、エビデンスをもらって聞けばはい。聞くほど、これもひどい話だなというこはい。とで、今井さんの名誉回復のためにちょっと書いたんですけども、うん。徳は来ならずっていうのは、今井さんがそのスポンサーを、今井さんにしてみれば、強化で入ったのになんでこんなことしなきゃいけないんだっていう気はい。もあったかもしれませんけど、うん。岐阜の財界に頭を下げまくってるときに、とある財界人の方が、あなうん。た、後ろの額縁見てごらんなさい。そこにこの徳は来ならずっていう、お徳を積んお。できた人は必ず放っておかれないんですよっていう、うん。やっぱり今井さんは岐阜はそういう形で放逐されてしまったんですけども、はい。今でも当時の、スタッフ、職員の人たちがうん。今西さんのためにということで、この小林さんもそうなんですけども、はい。放っておかなかったんですね。いわゆる県庁なんかは明西さんもうある種追い出してしまったんですけども、はい。一緒に仕事をしていた部下の人たち、職員の人たち、選手たちが、こんなことじゃいけないっていうことで、私の方に情報をくれたり、それかはい。ら集まりがあったら掛け算じていくっていう、まさにこの本のタイトルのように、はい。今井さんがもう無視の精神で徳を積んだことにうん。よって、選手やのみならず、そのクラブの職員の人たちが慕って彼を盛り立てていったという、うん。うそういうん。本ですね。なるほどね。これうも本当、ぜん、ひとも、なんて言いますか、これを見ている読う者の皆さん、ん、サッカーファンでなくっても、ちょっと読んでうん、いただきたいと思いますね。うん、スポーツをやるっていうことが、一体どういうことかと、う決してん、勝ち負けだとか、うん、タイトル取って喜んでとか、それだけうじゃないん、ということがよくわうん、かる本ですから、ぜひとも読んでそうですもらね。いたいとうん。う思います。ん、なんかで今、も、僕、そうだ。あ FC 岐の、阜小崎を、さん、名古屋出身で岐阜とはい、近くって、岐阜とも関係がある人間としてええはどうですか？
ちょうど今西さんが辞められてから僕、岐阜の番記者をやらはい。れたんですけど、まあ、当時を知る、ね、職員もう2人ぐらいしか残ってないですけど、まあ、で、今西さんの話ってやっぱりタブーなんですよね、いまだに。うおー。ん。ですけど、いや、まあ、職員の方だったり、もう、古参のサポーターの人は、皆さん、今西さんのことを非常に分かっていて、うん。非常に慕って、今でも慕ってますね、はい。本当に。まあ、みね、亡くなられてから、いろんな、まあ、ちょっと僕もサポーターのうん、方とか話聞きましたけど、やっぱりね、広島は今西さんがいなくてもおそらくできうん。たかもしれないけど、うん。FC 岐阜は今西さんがいなかったらクラブはなかったっていううことは、ん。なるほどね。非常に皆さんね、言ってるんで、でも実際そうなんですよまね。僕は後からいろんな話を聞いて、まあ、木村さんの本も読まさせていたうん。だきましたけど、実際にいた人に聞くと、やっぱりまあそれ以上なことだったっうん。ていうことですね。で、うんまあまあ今、UFC って、まあ県庁だけでなく市とか県とか財界にもう振り回されてる感じがあって、それはまあ今西さんの時からもうずっと続いてるっていうう感じですん。ね。うん。これなるほどね。は政治も絡んでるんですよ。そうですう岐阜ね。とん。大垣という二大う派閥地域ん。があったり、はいはい16はい。銀行と大垣共立銀行という、どっちがその行政のメインバンクになるかとか、な今井さんはるほど。何にも知らない中でそこに投入されて、そうなんですはいね。はいはい。で、こまあ、れひどいのは、うん。今西さんにその個人保証人を1億8000万ぐらいか、させた1億5000まま、万です。はい。解任しちゃうわけですうよ。ん。3う個の例をもっん。て、今西さんが社長になってくれたら J 加盟ができるということで頭を下げたはい。古田知事も、もう最後はもう叱責して追い出してしまうという。ああ、まあ、だから人としてこんなことは許せないということで、小林さんも私のところにやってこられたわなけるほど。ですね。なるうほどね。ん。まあ今日はガナハ選手のことといい、この今西さんのことといい、ちょっとお話を聞くだけでも腹が立ってくるようなおう話ですけれん。ども、やっぱりサッカー界が良くなるためにはこういうものをよく知ってうクリアん。していかないといけないとういうことん。で、これを見ている人も皆さんきっかけにしてほしいと思いますね。ということうん。で、木村さん、今日は本当にありがとうございました。はい。よろしくお願いしままたこのガナハ選す。手のことが、良い J リーグになってもらいたいのでね。ねえ、そうですね、良うい J リーグになってん。ほしいですよね。で、ガナハ選手のことについてまた展開がありましたら、また、はい。番組に出てください。よろしくおはい。川願いします。崎でぜひ、はい。ガナの引退試合をやってもらいたいですね。ああ、いいですね。はい。うん。ガナハ選手の引退試合期待しましょう。はい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 。皆さんご覧いただきありがとうございました。次回のフォーラム8プレゼンツ玉木のスポーツジャーナリズムは今週のテーマ、今こそ語るべきスポーツの話題はこれだのエピソード2、今こそ語ろう、FIFA と IOC の堕落です。引き続き木村さんと共にお送りします。それでは皆さん次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。